突然ですが、あなたの髪こんな症状が出ていませんか？実はそれ、あなたが毎日やってるシャンプー習慣が原因かもしれません。僕たちシャンプーソムリエがお客様をカウンセリングしていて、これが原因の習慣だっていう絶句してしまうような習慣があります。今日はあなたの髪や頭皮を内部からボロボロにしている今すぐやめるべきシャンプー習慣3つを厳選してお伝えいたします。そしてもちろんその具体的な解決策もお伝えいたします。今日から実践して最高の髪を手に入れましょう。まず1つ目、これが圧倒的ナンバーワンの悪い習慣です。それは熱すぎるお湯でシャワーをすること。僕のカウンセリングの経験上にはなってしまいますが、頭皮や髪トラブルを抱えている方はこれが一番多いんじゃないかと考えています。だいたい入ってきてトラブルを聞いた時、見ている時、もうこれ明らかにこれはシャワーの温度が高いだろうなというのが分かる程度には結構影響があります。なぜ熱いお湯がいけないのか。これは人間の皮脂や油、ツヤやバリア、こういったものは40度以上のお湯で流れ出しやすくなってしまうんです。頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまうと頭皮のバリアが失われてしまいます。バリアが失われてしまうと乾燥してしまいます。乾燥するとひどい時はフケやかゆみ、炎症などの原因になってしまうことがあります。さらに髪の毛、ヘアの方にも大きなダメージを与える要因となってしまいます。熱いお湯は髪の毛の表面のキューティクル、これを無理やり開かせて剥がれやすく、そして内部の栄養を流しやすくしてしまう特徴があります。髪の毛の蓋は開きっぱなし、内部の栄養は流しっぱなし状態になってしまうと髪の毛はパサパサ、うねり、癖の原因になってしまいます。髪の内部の水分、栄養、カラーなんかも流れ出してしまうので、カラー持ちが悪くなるのもこれが一番大きな原因の一つになっています。ではどうすればいいのか。シンプルです。シャワーの温度を低めにしてください。おすすめの温度は40度以下です。41度以上になると先ほど言ったキューティクルは開き、油は溶け出してしまうので、40度以下でしっかり汚れを流してあげてください。ぬるいと感じるかもしれませんが、この適温があなたの頭皮や髪の毛を守る第一歩になります。少しぬるいかなと感じても慣れてくると適温だと感じるようになると思います。続いて2つ目、これは残念ながら我々美容師、特にヘアケアができる美容師、ヘアケアが好きな美容師でもすでに起きてしまったダメージを治すことができない、非常にヘアケアについて難しい部分になります。それはタオルや櫛、指でガシガシと頭皮や髪の毛をこすることです。髪の毛は濡れた状態が一番デリケートです。ふやけたパスタを想像していただくと少し分かりやすいかなと思うんですが、非常に切れやすく傷つきやすい状態になっています。シャンプー中に指を立ててガシガシ洗ったり、タオルでゴシゴシこすったり、櫛で無理やり溶かしている方いらっしゃいませんか？これらは全て繊細なキューティクルや髪の毛を傷めてしまう行為になります。キューティクルが剥がれると髪の毛はごわつき、火通りは悪くなり、手触りは悪くなり、ツヤがなくなります。そして枝毛や切れ毛の原因に直結しています。物理的なダメージは一度起きてしまうと修復がかなり難しい、いや不可能と言っても過言ではありません。だからこそ予防がとても大事になります。ではどうすればいいのでしょう。こちらもシンプルです。キーワードは優しくです。シャンプー中は爪を立てず、指の腹で優しく泡と頭皮の汚れを混ぜるように洗いましょう。タオルドライはゴシゴシこするのではなく、このように水分を吸い込ませるように押し込んで水分を取ってください。そして濡れた髪に櫛を通す場合は、まず粗めのこういった櫛を選び、毛先から絡まりを優しく溶かすように溶かしていってください。アウトバスのトリートメントを毛先につけるとよりスムーズに溶かすことができます。そして髪や頭皮のダメージを起こしている悪い習慣その3、強すぎるシャンプーを使っていることです。皆さんがすごく泡立ってすっきりすると思うシャンプーの中には洗浄力がかなり強いものも含まれています。頭皮に必要な皮脂、先ほども言ったバリアまで根こそぎ落としてしまうようなパワーのものも存在します。頭皮に必要な分の皮脂は取っておかねばなりません。肌のバリア機能、髪のツヤを担保するために非常に重要です。それを奪いすぎると頭皮が乾燥し、かゆみ、フケ、炎症の原因になります。場合によっては逆説的に頭皮の皮脂を余分に出しちゃうっていうことも起きるんですね。これ意外と頭皮が汚れてると感じる方の落とし穴なんですが、頭皮の油を取りすぎていると体は頭皮を守らなきゃ、バリアを張らなきゃと言って油をどんどん出してしまうということもあります。これが頭皮の匂いの原因だったり、しっかり洗ってるのに頭皮が油っぽい、なんだか臭い、
こういった原因になってしまうこともあるんです。髪自体も乾燥しやすくなり、ごわつきパサつき、カラーの退色もかなりシャンプーのパワーで左右されることが多いです。特に注意が必要な40代以降の方、私もですね、頭皮も髪も若い頃よりもデリケートになっている場合が多いので、しっかりと注意が必要です。ではどうすればいいのか。こちらも簡単です。やや控えめなパワーのシャンプーを使いましょう。皆さんの髪や頭皮は千差万別で、一概にこれとお勧めすることは僕はできませんが、アミノ酸系のシャンプーは比較的安定していて、優しい成分のものが多く、そちらをお勧めしております。ただアミノ酸系のシャンプーといっても本当にいろんな種類があるので、僕たちシャンプーソムリエはお客様の状態を見てカウンセリングをさせていただいて、何個もある種類の中からさらに厳選して選ぶことが多いです。例えば成分表示に注目すると、ココイルグルタミン酸ナトリウムとかラウロイルメチルアラニンナトリウムとかちょっと噛みそうですが、そういったものが上位に来ているものはアミノ酸系の成分の場合が多いですね。ご自身で選ぶ際のポイントは本当にいろんなものがありますので、まず少量から試してみてご自分に合うかどうかチェックしてみてください。例えばここに並んでいる中ですと、これだったら優しく保湿力もあるけどさっぱりとした仕上がり、しっとりと柔らかい仕上がりのダメージケア用。こちらはもう少し軽いですが同じグルタミン酸系です。さらにさっぱりと仕上げたいけど柔らかさが欲しい、頭皮の環境も整えたい場合はこちらなど、特にこの3つは同じグルタミン酸系ですが使い方を分けています。なのでちょっと奥深いので自分で選ぶときにはなかなか難しいかなと思うので、アミノ酸洗浄成分を選んだ上で自分でちょっと使ってみてチェックしてみてください。熱すぎるお湯でのシャンプー、ガシガシ摩擦、そして強すぎるシャンプーです。この中で一つはやってるんじゃないかなっていう人もいらっしゃるんじゃないですかね。でも安心してください。この3つのポイントを押さえるだけであなたの髪はきっと見違えるように美しく健やかになる可能性が高いです。髪はあなたの印象を左右する大切なパーツです。日々の小さな習慣を見直すだけであなたの髪はまだまだ最高の状態へ導くことができます。ぜひ今日から実践して最高の髪を手に入れましょう。ぜひこの動画が役に立ったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。髪に関するご質問やお悩みなどもコメント欄で募集していますので、よろしかったらコメント書いてみてください。シャンプーソムリエよしきでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。